こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。世界的な観光都市京都には人気の神社仏閣以外にも歴史を感じるレトロな洋風建築もたくさん残っています。しかもそれが無料で入れる現役の施設だったりします。このようにドラマや映画のロケに使われることも。今回はそんな京都のお役所に残る近代モダン建築の空間を歩いてみます。よろしくお願いします。まずはこちら、京都の繁華街に近い河原町御池に来てみました。周辺は人通りも多く賑やかなエリアです。こちらにあるのが京都市役所です。この辺りではよく目につく建物ですね。地下鉄の駅とも直結していて、地下街のゼスト池ともつながっています。こちらの通路を通って中に入れるので行ってみましょう。地下からはこんな感じの近代的な空間が広がっていますが、もともとこの本庁舎は昭和の初め1927年に建てられた古い建物です。そして2021年までに大規模な改修が行われていました。耐震化や設備の更新がされつつ、外観や装飾はできるだけ残されています。特徴はやはりこの重厚な雰囲気です。ベースはネオバロック様式といわれる洋風建築ですが、インドの様式や東洋の要素もいろいろ混ざっているようです。外壁のこの部分、塔屋についている装飾は建築家武田五一の監修のもと、日本の筆をモチーフにしていると言われています。京都らしい要素がこういう形で取り入れられているのも面白いですね。市役所内には気軽に市民がくつろげるスペースがたくさんあります。こちらの時計は京の伝統工芸あつらえ時計といいます。京都らしくて凝ってますね。屋上も開放されているので上がってみます。このエレベーターの扉も蒔絵など漆塗りの技術で作られていて凝ってますね。なのでドアは触っちゃダメみたいです。屋上に着きました。屋上からの景色です。気持ちいいです。河原町御池の交差点もよく見えますね。屋上はかなり現代的な感じになっていますね。下の建物の雰囲気とはまた少し違います。でも高いところに来た甲斐あって、先ほど紹介した塔屋もかなり近くで見ることができます。迫力を感じます。暑い日にはこのようにミストが出ます。気持ちいい。ちょうどお昼時だったので、市の職員の方もランチを屋上で捉えていたりしました。羨ましい環境ですね。中に戻ってみます。館内には今時のコワーキングスペースみたいなおしゃれ空間もあったりします。ここちょっと面白くて、この重厚な感じの壁、これ元の建物の外壁なんですよ。今の新しい建物が外側に重なるように作られているので、こういう見方になっています。昔の建物をなるべく残しながらという意味がよくわかる部分です。
ちら側がグラスウォールで中庭を見下ろせますが、外から見るとこんな感じ。新しいものと古いものがうまく共存している京都市役所のレトロ建築でした。近くに行かれた際にはちょこっと見学されてみてもいいかもしれませんね。地下鉄で烏丸丸太町駅まで来ました。4番出口から地上に出てみます。この辺りは奥に御所のある京都御苑が広がっていて、市役所の周辺とはまた少し違った落ち着いた雰囲気があります。今日はこちらでお昼にします。ホテルノク京都の1階にあるノクカフェです。運営は前田コーヒーさんのようですね。京都では有名な老舗の喫茶店チェーンです。ホテルのカフェだけにちょっとゴージャスな雰囲気です。でもお目当てはお得なランチセットです。クリーム系が好きなのでボルセナというパスタを注文してみました。ボリュームもあって美味しかったです。セットのカフェオレでしばらくくつろいでから目的地へ向かいます。丸太町通りを西に進んでカマンザ通りを北へ折れます。この突き当たりが京都府庁です。市役所と比べると少し奥まった場所ですが、ここは幕末に京都の治安維持と朝廷二条城の警護を担う京都守護職が置かれた場所です。会津藩主の松平片盛が就任し、新選組を配下として尊王攘夷派の志士を鎮圧しました。なので御所とも二条城とも近い位置にあるんですね。明治維新後は京都府庁の敷地になり、現在に至っています。一般公開は平日と隔週の土曜日になっています。周囲には近代的な建物が囲んでいますが、真ん中のこちらが京都府庁旧本館です。映えてますね。ほぼ建築当時のまま、今も現役で使われている建物です。明治37年、1904年に建てられた建物で、先ほどの市役所よりもさらに古いものになります。ベースはルネサンス様式に属する西洋建築ですが、内部には和風の優れた衣装もうまく用いられています。国の重要文化財にも指定されています。入ってみましょう。もう雰囲気が抜群です。この階段は京都白川の花崗岩で作られているそうです。冒頭の映像のように朝ドラのロケでも使われた場所ですが、さすがに映えてますね。手すりは大理石です。装飾が素晴らしいですね。床も壁も窓も階段も照明もどこを切り取っても絵になる空間です。
どこから見ようかな。まずは正庁かな。こちらが正庁です。この建物の2階の正面、まさにメインの部屋です。上の方の3つの丸い窓が外から見るとここに当たります。窓の向こうにはカマンザ通りの並木が見えます。人類初の宇宙飛行士ガガーリンの来日時にここを訪れて、このバルコニーから市民の歓迎に応えたそうです。天井は折り上げの格天井になっていて、ここは和風建築の特に格式の高い作りになっています。こういった天井の装飾も出来上がりをつけたわけではなく、高い場所で職人の手によって彫られたものだそうです。大正と昭和の天皇の即位の礼の際には、ここで閣議も開かれています。こういう歴史を持った空間が今も現役で使われているのがすごいですね。こちらは旧知事室です。立派な暖炉がありますね。建物の2階、南東の角にある部屋で、昔は窓から比叡山や大文字山も見えたそうです。歴代の京都府知事が使っていた机ですね。家具や調度品も凝っていますね。ちょっと懐かしい黒電話です。ところで2025年下期の朝ドラバケバケでは、ドラマ上この建物が島根県庁として利用されていました。ドラマのシーンと実際の場所を比べてみましょう。中庭でのやりとりはこんな感じのアングルでした。2階の廊下から中庭を望むシーン。ベンチの椅子はドラマ用に変えられていたようですね。建物の中には嬉しいことにカフェもあります。このサロンド1904でお茶にしましょう。場所的には1階の南東角、先ほどの旧知事室の真下ですね。店内に配置されている家具はこの旧本館で実際に使われていたアンティークな家具たちです。こちらも前田コーヒーさんが運営しているみたいですね。レトロな空間でのケーキセット最高でした。ごちそうさまでした。では、建物の裏側に回ってみます。こちらにあるのが旧議場です。旧議場は明治38年から府議会の議場として使われていましたが、昭和の後半から一時期資料室になっていたそうです。2015年頃、明治期の元の形に修復され、現在も会議やイベントに使われています。吹き抜けの2階は傍聴席になっています。曲線を多用した格調高い空間ですね。京都府庁旧本館はいつもはそんなに人が多い印象はないですが、
3月4月頃は観光客で賑わいます。中庭に何本も桜の木があるからです。中央のしだれ桜はあの有名な丸山公園のしだれ桜の孫にあたるそうです。松平片森港にちなんだ片森桜という桜もたくさんの花を咲かせていました。そして2013年の NHK 大河ドラマ八重の桜に主演の綾瀬はるかさんにちなんだはるか桜というのも植えられています。東北復興を応援するシンボルとして福島県から寄贈されたそうですが、この日はまだ咲いてなくて残念でした。今回は京都のお役所に残るレトロな空間を歩いてみました。京都を訪れた際には神社仏閣と合わせてこうした建築にも目を向けてみると面白いかもしれません。この動画が皆さんの京都散策の何かの参考になれば嬉しいです。さて、今回のこっとりチャンネルいかがだったでしょうか。このチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに時代を感じさせるちょっと古いものやゆかりのある場所を紹介しています。少しでもよかったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ励みになります。よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。